Alright, so the game is not over. Chapter 7, War Without End. That's good news for us that wanted to witness more battles and actually play this game.まずはこれまでの戦果について報告します。カルテトスでの最終決戦の後、帝国軍による大規模侵攻は3度ありました。そのどれもが帝国基地エブロンの奪還を目的とし、そこを拠点としてヒスパニア侵攻を図るものであったことは皆も知っている通りです。それぞれ第1波、第2波、第3波と呼称していますが、ヒスパニア軍は I'm guessing we're going to be introduced to like a new wave of antagonists. We sort of saw like one of the possible antagonists, like in the flashback, in those flashback sequences. Like we don't know if he's still the big bad guy or there has to be like additional people. そこのお人よしのせいだな。その通り、ハミルが融和政策を取ったのが大きい。帝国に組みした連中を許し、復興への協力を呼びかけたことで、ヒスパニアの混乱は即座に収束しましたからね。国内融和がハミル様たっての願いであること、それがなされぬ限り王とはならなかったこと、今ではこのモノマクも承知しております。ですがバルカ島の支給派にはやはりバルカの王としてはあまりにも手ぬるいとの声があることもお忘れなきよう。手ぬるくて大いに結構。もしも連中を許さず厳罰を加える方針だったら、今でも彼らへの粛清が続いていたんだぞ。こう話している間にもヒスパニア中で密告が相次ぎ、それに伴う裁判が延々と行われていたでしょう。ああ、ゾッとする風景だね。そんなことをすれば復興が絶望的に遅れていたよ。そうだ、遅れていた。この遅れは致命的なものになったはずだ。だがそうはならなかった。ハミルよ、お前は国中に寛容さを示すことでヒスパニアの人的物的資源を最大限に活用する道を選んだというわけだ。認めたくはないが、さすがはあのお方が後を託されるだけの器量を備えている。まったく甘かろうがお人よしだろうが、無益な争いを好まない主君ってのはそれだけでありがたいことだよ。お人よしのハミルお兄ちゃんでよかったってことだね。褒めてくれるのはありがたいけど、争いの炎はどこからでも燃え広がっていくものだからね。いつまで消し続けていられるか自信はないよ。何心配するなって。お前は辺境の基地でだって蛮族と帝国の争いを止めてみせた。自分の国ならもっとうまくできるさ。そうあってほしいと願ってるよ。アエミリア、経済成長の中身について君からもう少し説明してくれるかな。とにかく揉め事が減り、挙国一致の機運が高まったのが良かった。おかげで技術官僚団はヒスパニアを豊かにするさまざまな事業に専念することができた。それが急速な経済成長をもたらしたわけだよ。
詳細な内容はすでに提出した報告書で見てもらっているだろうが、中でも新規の鉱山開発の成功、大規模な土木事業の推進、街道網の整備による物流の回復、この3つがもたらした成果が大きい。ええ、事業に関する報告書はここにいるみんなと一緒に読ませていただきましたが、本当に素晴らしいものでしたね。さすがは帝国最高の技術官僚団だ。全ての事業に革新的な技術が導入されているね。驚いたよ。革新的な技術だと笑わせるな。新しい技術など一つもない。つまりかつての帝国が持っていた技術力ってことなんだね。そうだ。全ては帝国の中枢で試造されていた技術を復活させたものだ。大昔からあったものだ。なんですって？川の水を用いた大規模採掘も、アーチを重ねた巨大水道橋の建設も、へこみ一つない石造りの街道も古代の技術なのですか？そうだ。我々が今やっていることは帝国初期の技術書に当たり前のように載っていたものだ。今は禁書となっていて閲覧するのも難しいがな。信じられぬ。帝国初期の街道や水道橋は帝都周辺で見たことがあるが、ボロボロの残骸でしかなかったぞ。あれらもできた当初はものすごかったんだよ。長い間整備されないせいで劣化して残骸になってしまったわね。モノマ君、彼女の言っていることは本当ですよ。私も金書のいくつか見たことがあります。うん。ファミリーやエネアレスがいてくれて助かった。かつての前世紀の帝国を理解する者がいなければここまで迅速に事業が進められなかったからな。僕もカデミアの本を少し見たくらいで全てを理解しているわけじゃないけどね。なあ、昔の帝国はすごかった。そこまではいいけど、じゃあここまでダメになったのはどうしてなんだ？それを聞かれると恥じ入るしかないな。どうしてだと思う？決まってるじゃねえか。神聖帝国のせいだろ。奴ら民衆が知恵をつけることを極端に嫌ってるからな。それに禁書にしてるんだからすげえ技術とか知りようがねえっての。半分は正解だ。神聖帝国はこの手の技術を隠匿し、いずれは全てを焼き捨てるつもりだ。だが神聖帝国が成立する以前からこれらの技術は随分と長い間使われることがなかったのだ。どういうことだ？禁止されてたわけでもないのに使わなかったっていうのか？ひょっとして経済的な問題ですか？お金がなかったとか。金がないとかさすがにねえよ。まあ正解としておこう。我らが雇い主としては合格点の答えだな。マジかよ。さすがはヒスパニアの統治者だ、ハミル。君には帝国の歴史をたどりながら国家の経営についてみっちりと講義したいところだが、そんな暇もないか。残念だけどね。できれば今ここで教えてくれないか。では率直に語ろう。その通り金がなかったんだ。正確には金を出そうとする人間がいなかったということだ。何ですかその身も蓋もない答えは。もう少しまともな説明はできませんの？まあまあお嬢様、ここは抑えて。現実とは
大抵苦くしょっぱいものだよ。土木や建築、農業、工業、かつての帝国には多くの人々を幸せにする優れた技術があった。だがその技術の多くは莫大な初期投資を必要としたし、維持するのにも金がかかった。誰かがそれを負担しなければいけなかったのですね。もちろん大昔の皇帝や支配者層の連中は高貴なものの義務としてそれらの投資をやすやすとやってのけたさ。だが時が過ぎ、帝国の繁栄の時代が過ぎ去ると、支配者層の多くは未来に希望が持てなくなり、自らの保身だけを考えるようになった。高貴なものの義務を果たすことをやめ、自らの私利私欲のために金を使い、帝国のために奉仕することをやめてしまったのだ。By the way, 聞いて呆れる。現実向き合うことから逃げた。 speaking of noblesse oblige or whatever term they're using, if anyone's heard of there's a manga, well, I think it's called like a manhwa, like a Korean manga sort of. Everyone should read. There's a, as I'm saying, there's like a manga slash manhwa called Noblesse. It's pretty awesome. And like, I'm normally not into like action and, you know, battle things, but everyone should give that manhwa a try, because it's quite awesome. I think it's been like a while since I'm behind by like, I don't know, 10 chapters or so. But yeah, it's pretty awesome. So I definitely recommend that. The thing about, like, you know, with manga, it's normally in black and white. So, and manhwas are in full color. So that's what I like about manhwas. If I'm pronouncing it correctly, manhwa is the term for quote unquote manga that come from Korea instead of Japan. And maybe like other Asian countries as well. I know there's like, it may be like Korea specifically, but I know manga is only like you know, it's like comic style from Japan only, and manhwa is like, I believe, only Korea. But again, that's my little tangent right there, because they mentioned the noblesse oblige and noblesse manhwa. It's pretty awesome. TLDR. I really, if Noblesse, the manhwa, got anime adaptation, I would definitely watch that. It's actually kind of rare, considering like Korea doesn't, you know, most of the animation comes from Japan, but there are some exceptions like Freezing, and I think that's the only one I'm remembering off the top of my head. But Freezing, the
The animation freezing or whatever it's called. No. That this is not the end, Juan Jose. It's just a very long cutscene. It's, I mean, this has been 3 hours since the end of chapter 6. We're now at the beginning of chapter 7. It's been 3 hours of cutscenes with pretty much no break. no battle in between. Yeah, so I'm face palming a little bit too. What was I saying? Freezing was originally a Korean manhwa, and it got an anime, quote unquote, anime adaptation, even though it was created in Korea. So I really hope that Noblesse, also a Korean manhwa, gets an anime adaptation. We'll see. I mean, I think it's popular enough, but that's something I would really want to. If it ever happened, I would be extremely hype. Are we getting back to the base? Are we? Finally! Fine. Well, we're like at the base, but then this girl, who has a name that sounds like the Legend of Zelda horse, appears. So I think we're close to getting back to the action. I think you have a Dion. I mean, uh-oh, who's this? New character. What was I saying? I was like, okay, well, I know I stupidly said like you have a Dion, but what I meant to say was that Dion has a girlfriend. Does Dion have a girlfriend with that little Epona? There you go. There's a girlfriend for you, Dion. But totally lost my train of thought. Yes, but a new character here. Never be afraid to fail. Okay, that's pretty legit advice. Like when you're asking out women, you're gonna be faced with rejection, so you sort of have to put yourself out there and not be afraid to fail. That makes sense. So I guess this guy is like an actual player. Like I know Dion like tries to talk big at like, but he doesn't actually hit on any of the female characters in the party. This guy might actually do that. It seems like he's actually doing it right now. And then
And then a random dragon appeared and started to eat him. Oh, what? We have a dragon pup that looks like a dinosaur from the land before time or something like that. Yeah, I'm probably too old. I know I say that, but Land Before Time is like, it was like back in the early 90s or something like that. It was like where you have like, it's Western animation. Where you have like a bunch of dinosaurs and it's aimed at children. But yeah, that's what that reference was all about. And that dragon that just appeared looked like one of the even though he has wings, he looked like a character from The Land Before Time. I was expecting Kalito to turn into a dragon. So apparently, that Epona, whatever her name is, she's an elf, even though her ears look normal. So that's a little bit strange.